今回は0度のスコアの出し方の解説です。今回の攻略ポイントは次の3つです。貫通虚弱の活用、効率的な雑魚処理、最適なパーティー編成、最後にボスの攻撃パターンについても軽く触れていくので、ぜひ最後までご覧ください。まず、この0度の最も重要な仕様についてです。このボスはマップ上に敵がいるごとに被ダメージが抑えられ、常に敵の増援があるため直接的なダメージはほぼ通りません。雑魚敵を倒すと、その敵の HP に相当する貫通ダメージがボスに入ります。そのため、ボスに貫通虚弱を付与して、この貫通ダメージを底上げすることがスコアアップの鍵となります。貫通虚弱を付与する手段は主に3つあります。アガタの傷口、武器の傀儡、アフラや小バレの貫通虚弱。ボスは攻撃を受けるとリアクションで全てのデバフを攻撃者に押し返してきます。そのため、通常のアフラや小バレの貫通虚弱は効きません。ただし、アフラの個性の無魔による 5% 分だけは維持可能です。対して、アガタの傷口と傀儡は解除不可のデバフなので、ボスを攻撃しても消えません。攻略にはこの2つを組み合わせるのが非常に有効です。具体的な付与方法としては、アガタの傷口は、1ターン目かつ雑魚が2体以下であればダメージが通るので宴会、雑魚が3体以上なら春銀烈戦で付与します。2ターン目以降はダメージが通りにくくなるので、即時スキルの春銀烈戦で傷口を戦闘終了まで維持します。専用 EX スキルの効果で雑魚や SP ナンナの旗を壊せば春銀烈戦の維持が毎ターン可能になります。傀儡は装備者がデバフを与えれば付与できるので、装具の災害瓶を投げるか、タロットの審判者の救いを装備して、ボスの2マス以内で待機するのが簡単でおすすめです。続いて雑魚処理について、雑魚は中央、左、右から出現します。増援のタイミングは、マップ上の雑魚が2体以下になった時と、ターン経過の2パターンです。雑魚が2体以下の増援は、3ターン目までは中央に3体が出現します。4ターン目以降は中央6体、左右2体ずつの合計10体と数が一気に増えます。このパターンの敵の処理方法は、中央のスライムは倒すと周囲3マスに HP30% 分の貫通ダメージを飛ばしてきます。分裂しながら貫通ダメージを飛ばしてくるので、中央の敵は必ず遠距離で倒す必要があります。4ターン目以降に出現する左右の敵は出現位置は固定です。イセリンドの刃をあらかじめ置いておくか、SP マイサの共同号令でスズラン陣営を配置して一掃するのが効率的です。ターン経過による増援パターンは事前に出現位置が表示されます。それぞれの出現位置はこのようになります。4ターン目と7ターン目は左側に出現、3の倍数は中央に複数体と左右に1体ずつ、2、5、8ターン目は右側に出現、4ターン目と7ターン目の増援はスライムが出現します。前のターン中に左側で戦闘を行うと、それぞれのターンで倒した時の自爆ダメージを受けることになるので注意が必要です。次におすすめのキャラとパーティー編成について。今回のレイドでおすすめのキャラはこのようになります。アガタと武器の傀儡はランキング上位を狙うのであれば、スコアの底上げをするために必要です。去年の7月に行われた海外版1位のスコアは約790万でした。編成は SP イナンナ、SP マイサ、イセリンド、アガタ、イナンナです。なので、ランキング上位を狙うのであれば、まずはこの編成を試してみるのが良いかと思います。おすすめキャラの役割をそれぞれ簡単に紹介していきます。SP マイサ、雑魚処理の要で、イナンナと SP イナンナを組ませた共同攻撃が強力です。イセリンド、刃を置くだけで全体の雑魚を処理できます。ただし、ボスに黒羽をつけると持続ダメージのデバフを跳ね返されて自滅するため、設置位置には注意してください。また、スキル枠が厳しいですが、羽納めを使用すれば変者などによって後半の強力な被ダメージを軽減することができます。SP サマンサ、広範囲攻撃が優秀です。後半の被ダメージがきつい場合は、典型の祈りを入れることでスタン無効と回復によって生存率が上がるかもしれません。SP イナンナとイナンナ、再行動による手数の増加がメインです。イセリンドに刃を量産させたり、マイサの号令を連発させたりします。イナンナの衛兵は1ターン目と6ターン目に出現するバフ回収にも役立ちます。クリデンザ、
クールダウン短縮でイセリンドの刃を増やしたり、SP サマンサなどのスキルの重いアタッカーを補助します。2ティア、広範囲の雑魚処理が得意です。ただ、個性のせいでボスに強制的に黒羽をつけてしまいます。イセリンドと同時に使うと、イセリンドが毎回持続ダメージを受けてしまうため、セット運用は避けた方がいいかもしれません。マルシル、トリス、ルバタ、コバレ、攻撃範囲が広いため、雑魚を一気に倒すのに非常に便利です。アフラ、個性で貫通虚弱を 5% 付与できます。今回のレードでの役割はこれくらいですが、編成枠が余っているなら入れてもいいかもしれません。ココア、スズランの旗とセットで使うのが強力です。毎ターン味方全員のクールダウンを3短縮できるので、SP サマンサやコバレのサポートに最適です。ターイル、ボスのダメージが痛くなる後半戦で湖中の夢でダメージを分散させれば、パーティーの生存率が上がるかもしれません。編成例としてはこんな感じになります。兵道を使うならこの構成、イセリンドの刃を量産するならこの構成。おすすめの戦術は、左枠は加速指令か起動指令で、加速指令はエネルギーが枯渇しやすい SP マイサや7ターン目以降に素早さの低いイナンナなどに使用して倒される前に行動させます。起動指令は1ターン目と6ターン目のバフ回収などに使えます。中央は追撃指令か行軍号令。追撃指令は敵の増援が増える4ターン目以降に SP マイサで使うとスコアが稼ぎやすくなります。右枠はスズランの旗。ここまでがスコアの出し方の解説です。最後にボスの攻撃パターンを軽く紹介します。1ターン目は全体攻撃と単体攻撃をしてきます。以降は偶数ターンと奇数ターンでこのような攻撃を繰り返します。注意すべきは奇数ターンで範囲や全体攻撃の後に単体攻撃が追加で4連続で飛んできます。特に7ターン目からはダメージが非常に強力になるので味方が倒されやすくなります。ここをどう受け流すかがスコアを伸ばすハードルになるかもしれないので、いろいろと試してみてください。以上が今回のレード攻略解説でした。貫通虚弱、雑魚の処理、編成を理解すれば今まで以上にスコアを伸ばせるはずです。この動画でスコアがこれだけ伸びた、このキャラも意外と使えたといった報告や感想などがあればぜひコメント欄で教えてください。以上で今回のスコアの出し方の解説は終了となります。ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。